はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年2月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。2月下旬が一番の新作ラッシュ。大注目の新作からまだ日の目を浴びていない隠れた良作なんかもたくさん登場するのでチェックしてみてください。Steam Next Fest も終わりを迎えましたが、2月20日からはミステリーフェスが開催されます。謎解きや推理、捜査に焦点を当てたゲームがピックアップされ、体験版やセールも開催されるので、ミステリー好きな方は要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにリターナル。死のループに立ち向かうローグライクシューター。すでにプレイステーション5独占タイトルとして2021年4月にリリースされ、その年に行われたザ・ゲームアワード2021では最優秀アクションゲームを受賞し、翌年2022年英国アカデミー賞ゲーム部門ではベストゲーム賞を含む過去最多4部門を受賞というかなり評価の高い作品が Steam に登場。物語の舞台は無人惑星アトロポス。アストラ社に所属する科学者セレーネは、この惑星から発信されていた謎の信号を調査するため降下したところ、探索船が故障し不時着してしまいます。ギリ生きてた彼女は謎の信号の発信源に向かい、未知の惑星を探索していく中で人間の遺体を発見する。なんとその遺体は自分自身だったという物語。ゲームは三人称視点のアクションシューター。未知の惑星の探索を行い、自身が残したと思われるオーディオログを手がかりに進むも、襲い来る謎の生命体に遭遇し、命を落とすことになります。しかし次の瞬間にはなぜか不時着した宇宙船の傍らで目覚めることに。なぜ死んでも生まれ変わるのか、謎だらけの状況の中、生と死のループを何度も繰り返しながら、この惑星やループの謎を解き明かすため、異形のモンスターと戦い続けていくことになります。さらにこの惑星ではループするごとに世界は変化し、マップは自動生成され、道中で入手できる装備も変わっていき、取捨選択に頭を悩ませながらも最適なビルドを考え戦い進んでいきます。もちろんローグライクなので死んでしまうとほとんどの武器やアイテムはロストして最初からとなりますが、何度もループすることで強くなっていく究極のリプレイ性を目指して設計されているとのこと。リターナルは2023年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。流れ続ける。ロレッタ。ロレッタの人生を体験するサイコスリラーアドベンチャー。1940年代、主人公である主婦ロレッタは作家である夫ウォルターと共に南部の田舎の牧場へと引っ越すが、二人の関係は冷めきっていた。夫婦は経済的に困難な状況にあるにもかかわらず、ウォルターがニューヨークの知り合いに借金をしていることが発覚。それだけではなく夫の浮気疑惑までも浮上。しかし彼の名前で多額の生命保険がかけられていることを知ったロレッタは恐ろしい計画を考え始める。プレイヤーはロレッタの視点を通して彼女を取り巻く嘘や裏切り、不誠実な夫、問題を抱えた人間関係、そして1940年代の複雑な社会情勢の中、彼女は自らが作り出した悪夢へと足を踏み入れ、そこでの選択で物語は複雑に枝分かれし、ロレッタの運命が決定づけられていきます。果たして彼女は自分自身を取り戻すことができるのか、または転落の一途をたどる血まみれの殺人鬼となるのかはプレイヤーの選択次第。ロレッタは2023年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。罪、罰と悪の台北大空襲。後悔、嘘と第二次世界大戦中の台湾を舞台にした戦争体験アクションアドベンチャー。日本統治末期の台湾を舞台に、プレイヤーは記憶喪失になった少女清子となって一匹の犬黒と共に過酷な戦火で生き残る方法を探しながらも記憶を取り戻す旅に出るといった物語。ゲームは様々なキャラとの会話や当時使われていた道具や建造物を発見していく探索アドベンチャーパートと、激しい空襲から逃げ延びるアクションパートで展開。物語を進め、記憶の断片にある景色や建物を見つけることで少しずつ記憶が蘇り、明らかになっていく真実とは。本作は当時の街並みや状況を鮮明に再現し、台湾が歩んだ戦争の歴史をたどり、
戦時下を生きた人々の気持ちをリアルに体験できる作品になっています。台北大空襲は2023年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。ワイルドハーツ。光栄テクモが手掛けるモンスター狩猟ゲーム。トレーラーを見た感じでは、モンスターハンターと闘気伝を融合したかのような印象を受ける本作。ゲームの舞台は和風テイストで描かれた東の国と呼ばれるファンタジー世界。かつては多くの人々が暮らしていたが、自然との融合により独自の進化を遂げた獣たちによって、ほとんどが獣の領域に飲み込まれようとしている世界。そういった状況下の中、からくりと呼ばれる古代技術を手にした主人公が、獣の脅威が迫る東の国にかつての暮らしを取り戻すため、一狩り一得という物語。ゲーム的にはモンスターを倒し、素材を集め、武器作成や強化をしていくといったモンハンのようなシステムですが、マルチプレイは最大3人までのようです。本作の特徴は独自のシステムである古代技術からくり。戦闘や移動などを支援する構造物やアイテムをフィールドでクラフトできる要素となっており、構造物を積み重ね、巨大な獣の頭上から攻撃したり、獣の行く手を遮る障害物として利用でき、さらにはグラインダーやジップラインといった移動系アイテムから、照明弾や爆弾といったアイテム、拠点建築、火事台などもからくりによってクラフトできるようです。ワイルドハーツは2023年2月17日リリース予定日本語対応の作品です。アトミックハート。架空のソビエトを舞台にしたアクション RPG。1950年代、第二次世界大戦時に最先端の技術を用いたロボット工学、ネットワーク技術などの巨大な科学の力によって発展を遂げた架空のソビエト連邦が本作の舞台。最先端のテクノロジーによって自然豊かな完璧な都市、全自動化された日常生活、まさに人類にとって理想的な世界が目前まで迫っていた。しかし、そんな夢のような世界の裏で秘密裏に行われていた実験により凶悪なミュータントが出現。プレイヤーは政府の命令により無線が途絶えてしまった秘密実験施設で何が起きたかを調査するため派遣されたエージェント P3 となって、人間を襲うロボットや凶悪なミュータントがはびこる秘密実験施設へと潜入し、理想郷の裏に隠された陰謀に迫っていくことになる物語。ゲームは一人称視点で展開。ナイフや斧といった近接武器からハンドガン、アサルトライフル、さらには未来的なレールガンといった遠距離武器など様々な武器を使い戦っていくことになるようです。また左手に装着したコンバットグローブは敵を空中に持ち上げたり凍結、電撃といった特殊な能力を使うことも可能。レトロフューチャーな架空のソビエトを舞台に繰り広げられる一人称視点のアクション RPG。 アトミックハートは2023年2月21日リリース予定日本語対応の作品です。龍が如く維新極み。幕末をテーマとした龍が如くのスピンオフ作品、龍が如く維新のフルリメイクとなる本作。激動の時代である幕末の今日を舞台に、維新の英雄である坂本龍馬が幕末最強の剣客集団新選組に入隊していたらという壮大な物語が描かれます。進化したグラフィックでのバトルは一刀、単銃、乱舞、格闘といった4つのバトルスタイルを自在に切り替え戦う爽快な戦闘が特徴。また仲間になった大使たちが持つ特殊能力、大使スキルを駆使してド派手な必殺技を繰り出す爽快感と戦略性の高いバトルを楽しむことができます。より洗練されたグラフィックへの進化、サブストーリー、ミニゲームなどが新規収録されているとのこと。龍が如く維新極みは2023年2月22日リリース予定日本語対応の作品です。リデンプションリーパーズ。異形の軍勢に挑むシミュレーション RPG。美麗ながらも悲壮感漂うグラフィック、重厚そうなストーリーと豪華声優陣を揃えた本作は、名作メトロイドバニアエンダーリリーズを手掛けたアドグローブの最新作です。エンダーリリーズと同じく大敗的な世界で描かれたダークファンタジーな作品ですが、 2D アクションではなくシミュレーション。中世ヨーロッパ風の世界を舞台に突如現れた異形の軍勢モースに対抗するハイタカ旅団の死闘を描いた物語が展開。狡猾な奇襲戦法や集団戦術を駆使し、かつて人々から防音の死神と呼ばれ意味嫌われた存在であるハイタカ旅団。
皮肉にも彼らがモースに対抗する唯一の希望となろうとしていた。プレイヤーはたった5人の団員を駆使して絶望的な厳しい戦場の数々を切り抜けていくことになります。ゲームはマス目移動のシミュレーション。5人の団員たちはそれぞれ異なる武器を操り、得意とする間合いや状況に差があるほか、単体攻撃だけではなく範囲攻撃、複数攻撃といったスキルをうまく使い分け、敵の大軍をなぎ倒していきます。また各キャラクターはそれぞれ強力な固有スキルを所持しているとのこと。攻撃範囲が近い仲間とは連携攻撃ができるほか、追加でコマンドを入力することで他のキャラクターが追撃してくれるようです。少数精鋭で多勢の軍団と戦っていくには、団員5人のそれぞれが持つ特性をよく理解し、戦略的に行動していくことが重要。また旅団の団員たちはそれぞれ心のどこかに大きな傷を負っており、豪華声優陣によって語られる彼らの物語は必見です。リデンプションリーパーズは2023年2月23日リリース予定、日本語対応の作品です。あと何匹やがる。しつこいわね。カンパニー・オブ・ヒーローズ3、第二次世界大戦を舞台にしたリアルタイムストラテジー。白熱するリアルタイムバトルの指揮を取り、将軍として作戦全体を指揮していく中で、あらゆる決定が作戦の成否を決めるポイントになってきます。ゲームは一つの正体を操作するのではなく、全体の戦況を見極め全ての正体を操作し、優れた戦術と戦闘力を駆使して戦況を好転させていくリアルタイムストラテジー。ダイナミックキャンペーンマップでは、陸海空の軍隊を指揮し補給線を構築しながら、連合国軍の軍隊を率いて数十国からイタリア本土の奪還を目指します。そこでの選択は戦闘だけではなく、ストーリー自体にも大きな影響を与えていくことになるとのこと。カンパニー・オブ・ヒーローズ3は2023年2月23日リリース予定、日本語対応の作品です。サンズ・オブ・フォレスト。2018年に正式リリースされたザ・フォレストの続編タイトル。拠点建築の自由度やクラフトサバイバルの要素が特徴の一人称視点のサバイバルホラー。クラフトサバイバル系のゲームには珍しく、ストーリーのある作品となっており、サバイバルゲームとしてもストーリーを追ってもしっかり楽しめる作品です。前作では行方不明になった息子を探して食人族がいる島中を探索するといった物語でしたが、本作は行方不明の億万長者を探すといった物語が展開し、前作から引き続きブログは過激描写は健在。ゲームは未知の島で生き残るサバイバル、自由度の高い建物建築、そして異形の化け物と戦う戦闘の3つの要素をメインに構成されており、シングルプレイおよび最大4人での協力プレイを楽しめるものとなっています。新要素としては季節の移り変わりが導入され、春と夏には川から鮭を掴み取ることができたりと、季節によっては採取できる資源は変わり、冬になれば食べ物が不足するなど、季節ごとに異なる生存戦略を考える必要もあるみたいです。サンズ・オブ・フォレストは2023年2月24日リリース予定、日本語対応の作品です。カーバルスペースプログラム2、緑くんを宇宙へと送り届ける本格宇宙開発シミュレーション。カーバルと呼ばれる異星人、通称緑くんを宇宙へと送り届けるために奮闘する物語。プレイヤーは宇宙機関カーバル宇宙センターを運営し、ロケットの開発、人工衛星や惑星探査機の打ち上げ、宇宙ステーションの建造など、現実の宇宙機関と同じような活動を行うことができます。前作のゲームプレイをベースにしながらも、多数のパーツを組み合わせて宇宙船を建造し、宇宙へと旅立つのですが、これが非常に難しくもあり面白いところ。前作と同様に本格的な航空力学と軌道力学に基づいてシミュレートされているので、何度も失敗を繰り返し試行錯誤していくことになると予想されます。新要素として高専艦高校やコロニーが実装。これによりカーボル圏内を飛び出し、新たな星系や天体の宇宙探査が可能です。さらには新たな惑星でコロニーを建設し、住人の規模などが拡大することでやれることが増え、コロニーで新たなロケットを作ることも可能。また本作は前作での説明不足を解消するため、チュートリアルを充実させ、親しみやすさを改善し、初心者でも入り込みやすい作りになっているとのことです。マルチプレイにも対応する予定とのことなので、非常に楽しみな作品。カーバルスペースプログラム2は2023年2月24日リリース予定、日本語対応の作品です。
オクトパストラベラー2。さらなる進化を遂げたオクトパストラベラー。2018年に発売され、全世界出荷、ダウンロードが300万本を突破したオクトパストラベラーのシリーズ完全新作。今回の発売はスイッチだけではなく、我らが Steam をはじめいろいろなプラットフォームで遊ぶことができます。ドット絵に 3DCG による光源やエフェクトを加え、懐かしくも新しさを感じさせる HD2D グラフィックは 2D でありながらも最新技術で表現された美しさが本作の特徴。オクトパストラベラー2ではソリスティアと呼ばれる新たな大地、そして8人の新たなキャラクターを通して物語が描かれます。8人の主人公はそれぞれの使命や願いを果たすために世界各地を旅する中で、仲間たちとの物語が交差して新たな物語が生まれたり、主人公ごとにバトルの切り札を持っていたり、新要素がかなり追加されているとのことです。2月10日に配信された体験版は冒頭3時間のプレイとセーブデータ引き継ぎ可能ということなので、気になる方はチェックしてみてください。オクトパストラベラー2は2023年2月25日リリース予定、日本語対応の作品です。キャラクターごとに街の人と様々。リンバスカンパニー。多くのユーザーの時間を溶かしたプロジェクトムーンの最新作。本作はロボトミーコーポレーションやライブラリー・オブ・ルイナといったプロジェクトムーンの過去作と世界観を共有しており、ロボトミーコーポレーション崩壊後の世界で物語は展開していきます。舞台は26の区域に分かれた巨大都市。この区域はそれぞれが独自の技術や文化を持ち、気候や地形、科学レベル、習慣が存在し、それぞれの区域は翼と呼ばれる26の巨大企業に支配されたディストピア。そんなディストピアでプレイヤーは12人の囚人を管理指揮するリンバス社の管理人となって、かつてアブノーマリティと呼ばれる異常の存在を収容管理し、今では放棄された研究施設でロボトミーコーポレーションが残した究極の精髄、黄金の枝を探すことが目的になります。ゲームは12名の囚人を持つタバスで L 社の研究施設に侵入し、黄金の枝を探索する中で幻想体アブノーマリティと対峙することとなり、囚人キャラクターは EGO と呼ばれる幻想体から作り出した強力な武器と新たな可能性を引き出す人格を駆使して戦っていくようで、公式ページによれば片手で簡単操作、単性 RPG とリアルタイム乱闘コンビネーションとの記載がありますが、おそらく過去作と同様に複雑かつ奥深い戦闘が繰り広げられていくと予想されます。また奥深さは戦闘だけではなく、物語に関してもメインとなるステージストーリーと12人の囚人それぞれが持つフェイスストーリーは探検と戦闘を続けていくことで情報が蓄積され、情報を集めることで様々な物語が明らかになっていくようです。本作の気になる点は、過去作のような買い切り型のゲームではなく、課金システムのあるソーシャルゲームのようなシステムになっている点。課金要素としてはガチャとバトルパスがあり、ガチャではキャラクター強化のメインとなる人格が手に入り、バトルパスは無料パスとリンバスパスの2種類が存在し、優勝のリンバスパスを購入することでより多くの報酬が得られるとのことです。このソシャゲーシステムが過去作をプレイした既存ユーザーにどう映るのかが気になるところです。リンバスカンパニーは2023年2月27日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、こっからは日本語未対応の作品の紹介です。ザ・ラストシップ、宇宙船開発ストラテジー。本作は刑務所運営シムプリズンアーキテクトを手掛けたイントロベーションソフトウェアの作品です。最近よく見かける宇宙船開発シムですが、本作はローグライク、シップブリーディング、システムマネージメント、戦闘といった要素が一つにまとまった SF 宇宙船ストラテジー。プレイヤーは自身が所有する宇宙船にエンジンや生命維持装置といった基本的な装置を設置し、設備やクルーの管理を行いながらも広大な宇宙を旅していくことになります。自動生成された広大な銀河を旅していく中で、探索やミッション達成で得た報酬を使って宇宙船を拡張し強化していきます。宇宙船を強化していくことでさらなるイベントが発生し、大規模な小惑星採掘事業を立ち上げたり、宇宙海賊との戦闘、さらには複数の宇宙船を建造し艦隊を組むことも可能と、多彩な要素を楽しむことができます。ザ・ラストシップは2023年2月16日リリース予定、日本語未対応の作品です。ワイルドウエストダイナスティー、西部開拓時代を体験できるライフシミュレーション。本作は1800年代のアメリカ西部開拓時代を舞台に、孤独なカーボーイとなって
開拓地を作り市長となる物語です。プレイヤーは孤独なカーボーイ。旅の途中で廃墟となった牧場を見つけ、ここに留まることを決意する。食料を集め、動物を狩り、肉や皮を売って稼いだお金で少しずつ牧場を修復していきます。牧場が再建されだすと入植者が集まりだし、定住をはじめ村となり、やがて店舗や保安官事務所、ホテルなどが立ち並び、町へと変貌を遂げていく。町が発展するにつれ、敵である盗賊が町を襲撃しに来るので、射撃や格闘といった RPG 要素であるスキルを身につけ、町を守らなければなりません。ストーリーモードでは何百ものミッションが用意され、リアルな西部開拓時代を楽しむことができます。ワイルドウエストダイナスティは2023年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。スペースボーン 2。RPG 要素を取り入れた SF シューティング。リアルタイムに繰り広げられる宇宙空間でのシューティングに、何千もの太陽系の惑星に降り立ち探索する RPG 要素を取り入れ、資源採掘、クラフト、ショップでの取引、宇宙海賊狩りなど様々な要素を盛り込んだ自由度の高いゲームです。本作の主な目的は広大な宇宙を支配する銀河帝国を作ること。どのように帝国を作るかはプレイヤーの自由。宇宙に存在する複数の派閥に所属するもよし、自らが軍隊を率いて銀河を掌握するもよし、宇宙の歴史に名を刻む英雄となるのか、名もなきスペースパイロットになるのかはプレイヤー次第。スペースボーン2は2023年2月18日リリース予定日本語未対応の作品です。ザ・ペールビヨンド。極寒の世界を探索するサバイバルノベルアドベンチャー。一等航海士であるプレイヤーは5年前に南極点を目指して出港し二度と帰ってこなかったビスカウント号の果たせなかった使命を果たすため、姉妹船テンペランス号に乗船し、極寒の極地へと航海に出る物語。しかし航海の途中、流氷によって身動きが取れなくなり、さらには船長が謎の失踪を遂げることに。一等航海士であるプレイヤーは船長代理として24人の船員の士気や複雑な人間関係を調整しながらも、食料、燃料といった減少し続ける資源を管理し、生存を確保するだけではなく、航海を成功に導かなければなりません。次々に発生する問題に対応する中で、プレイヤーの決断がストーリーの進行にも大きな影響を与えていくことになります。テキストベースの物語を通して、全ての選択が生死を分けるサバイバルノベルアドベンチャー。ザ・ペールビヨンドは2023年2月24日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年2月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。2月は本当に時間もお金も足りませんね。ホグワーツレガシーももうすでに高評価。ワイルドハーツのトライアルが始まって話題になってますし、その後にはアトミックハートが控えていたり、カーバルにオクトバス。今年の2月は一体どうなってるんでしょうかね。非常に楽しみです。Steam Next Fest も終わりを迎えましたが、2月21日からはミステリーフェスが開催されます。謎解きや推理、捜査に焦点を当てたゲームがピックアップされ、体験版やセールも開催されるのでミステリー好きな方は要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。